ロッシの移籍に関してヤマハ目線でね、見ていきましょう。ロッシ獲得に至ったヤマハの事情。ヤマハモータースポーツ開発部部長に2003年6月、古澤正夫氏が就任。2005年に50周年を迎えるヤマハのタイトル獲得が至上命題。勝つためには何が必要かと。ヤマハのモータースポーツ開発部部長っていうのは、要するにヤマハのレース活動の責任者と。もちろん元 GP も含めてね。この2003年6月に古澤さんっていう方が部長になったんですけども、それは2005年の50周年にヤマハがチャンピオンになることが必須だと。そのためにこのポジションに就いたっていうことなんです。勝つために何が必要かっていうことを主要スタッフにね、聞いたらしいんですね。こちらがヤマハモータースポーツ開発部の中島正彦氏です。この中島さんっていう方はヤマハのグランプリのレース現場経験が非常に長い方らしいんですが、こう思ってたそうなんですね。マックスに全勢力を傾けてバレンティーノを倒そうとしたがダメだった。奴がいる限り勝てない。マックスっていうのはマックス・ビアチですよね。99年から2002年までヤマハのエースとして YZR500 と YZR-M1 最初の M1 に乗ってたエースをサポートして、要するにこの時の敵はホンダのロッシですから、バレンティーノを倒そうとしたがダメだったと。奴がいる限り勝てないって強く思ってたらしいんです。なんで古澤さんに勝つために何が必要かと聞かれて、ロッシを獲得しましょうと言ったらしいんですね。で、こちらは元 GP のヤマハ監督ダビデ・ブリビオさんです。近年までずっと元 GP で活躍している人ですけど、この人も古澤さんにもう担当直入にロッシを獲得するしかないでしょうと答えたらしいんです。敵のエースライダーロッシを獲得する。二人の言葉を受け止めた古澤氏。グランプリの政治に詳しくないことがプラスになり、躊躇せず交渉を進めていった。普通に考えて敵のエースライダーを取ってくるっていうのはかなり難しいことですよね。なんですけど、古澤さんっていう方はずっとレースのグランプリにいたわけじゃないんで、すごい元 GP に詳しいってわけじゃなかったらしい。なんですけど、それが逆に良かったんだと思うんですけど、この主要なスタッフにロッシを取るしかないですよって言われて、もうそのためにはどうすればいいっていう風に考えたみたいなんです。いや、普通はそんなの無理だよとかね、そういう発想じゃなかったらしいんですね。ヤマハとロッシの接触なんですけど、2003年2月にブリビオが個人的にイビサとロッシ別宅を訪問。その古澤さんと話す前に、ブリビオさんとしてはロッシ獲得できればなっていう考えが前々からあったんでしょうね。で、訪問してた実は。で、ロッシはマシンは最高だよ。でもそれ以外は最低だ。って語ってたらしいんですね。ただ、移籍に関しては社交辞令程度の返事だったってことなんですね。だから、まだこの時はね、移籍の可能性っていうのはあんまりなかったんでしょうね。ところがなんですけど、ヤマハへの移籍は実現したと。2003年6月、ロッシと古澤氏初顔合わせで、03年8月口頭での契約の合意。2003年10月にロッシからホンダへ契約を公開しないことを告げる。契約更新しないと。2003年最終戦にてヤマハへの移籍を発表と。不可能と思われてた移籍が実現したんですね。理由は後でちょっと述べますけど、ロッシとヤマハの古澤さんっていう方があったんでしょうね。年齢もね、全然違うし、当然立場も違うんですけど、考え方とか将来に対するビジョンが合致したんでしょうね。ただちょっと問題がありまして、2003年中の契約を主張するホンダ。年内にロッシのテスト走行は不可。2004年1月からのテスト開始になるが、しかしヤマハの準備は進んでいた。クロスプレーンクランクのエンジンを開発していたと。これはですね、書類上2003年まではロッシはホンダのライダーだっていう契約なんでしょうけど、ライダーの移籍っていうのはよくあることなんで、書類上そうだとしても、円満にね、移籍する場合は、シーズン戦い終わったら、もう次のメーカーのバイク乗っていいよと、次のチームのバイクに乗ってテストしていいよなんてこともよくあるんですけど、ホンダはそれを許さなかったんですね。悪く言っちゃえば妨害とも言えますけど、なので、年内は乗れないと、バイクに。早くね、もちろん乗れた方がいいんですけど、ただ、ヤマハは手をこまねいていたわけじゃなくて、クロスプレーンっていうクランクのエンジンをね、開発してたんです。ヤマハの低迷理由はエンジンにあったと。転倒の多かった2003年。シャーシを改良しても状況は変わらず。エンジンの特性によるものだと。古澤は判断し、クロスプレーンの開発を指示し、2003年ヤマハは絶不調だった
ったんですが、非常に転倒が多くて、じゃあ車体が悪いんだろうってことで、フレームを作り直したりしたんだけど、まあほとんど変わんないと。で、古澤さんは気づいたらしいんですね。エンジンが扱いにくいから、これはみんな転んでるんだろう。ってことで、部長就任早々、クロスプレーンのエンジンの開発を指示したんです。なんでクロスプレーンなのかって最後に言いますね。はい。年が明けまして、1月23日から25日、1度目のセパンテスト。やっとロッシがバイク乗れるようになったんです。で、エンジンは従来型の5バルブシングルプレーン。シャーシは新型の 0W3P。ロッシの、感想は、ハンドリングは悪くない。パワーの出方が良くない。シャーシも当然2004年用に新しく作ったんで、それがこの新型のね、0W3P なんですけど。まあそれはまあいいと。エンジンはね、まだクロスプレーンのエンジン間に合わなかったんで、旧型のエンジンを乗せたんですけど、パワーの出方が良くないって言ったんですね、ロッシ。パワーがあるないじゃないんです。パワーの出方が良くないってことを言ったんですね。で、2月11日から13日の2度目のセパンテスト。ヤマハは3種類のエンジンを持ち込むと。で、ロッシが選んだのは、最もパワーのないクロスプレーンクランクのエンジンだ。従来型の延長線上のエンジンと、やっとクロスプレーンのエンジンができたらしいんで、まだプロトタイプというか、できたばっかのクロスプレーンだったんですけど、まあ3種類持ち込んで走ったんですけど、ロッシはクロスプレーンのエンジンがいいっつって選んだらしいんです。その時点では一番パワーがないエンジンだったんだけど、やっぱりパワーの出方がこれがいいって、まあこれを元に速くしてくれっていうような話をしたらしいんです。だから最高出力じゃないんですね。コントロールしやすいかどうかってことでやっぱり決めたらしいんです。速さは足りないが着実に進化。2月17から19の合同テスト。6番手のタイムと。そんなに速くないですよね。3月10日から11日、単独テストと。4バルブクロスプレーンクランクの、2004年仕様のエンジンで初走行と。ここでやっと本当の2004年仕様の、エンジンができたんですね。で、開幕戦からロッシは勝利を狙える。3月ね、26日から28日、カタルニアテスト。これがシーズン前のね、最後のテストなんですけど、最終日のタイムトライアルセッションでトップタイムを叩き出したと。これまでいまいちの速さだったんですけど、最後の最後にトップタイムを出したんです。だから、勝てると、周りに、宣戦布告できたというか、で、そのクロスプレーンのエンジンなんですけど、クロスプレーンクランクのエンジンは効果絶大だった。トルクの変動が小さく、限界域でのアクセルコントロールがしやすい。ロッシが多少パワーが劣ってもクロスプレーンを選んだ理由と。ロッシにね、まだ会う前から古澤さんはクロスプレーンのエンジンのね、開発を命じてたんですけど、乗って比べてみたら、やっぱりね、ロッシもクロスプレーンを選んだんですね。古澤さんだけじゃなくてエンジンを作るいろんな優秀なスタッフがいるんでしょうけど、その古澤さんの先見の目とロッシの判断、やっぱりあって合致したんですね。このエンジンがロッシが勝てるようになる非常に大事な要素だったんですね。それが最後にトップタイムを出せたってとこで結果として出てますよね。はい。